野良猫は過酷な環境の中で暮らしています。そんな野良猫が助けを求めてくることがありますが、多くの場合は病気を患っていたり、栄養状態が思わしくない状態が多いかと思います。しかし、優しい人たちによって保護され、健康状態が回復し、見違えるほど元気な姿を見せてくれるのが理想的と言えるでしょう。そこで今回は保護された野良猫の話を2つお伝えします。ボロボロの状態で発見された猫が美しい姿へと成長し、幸せに暮らすことができたなら、こんなに嬉しいことはありません。はじめにお伝えするのは、毛のほとんどを失い、ボロボロの状態だった野良猫が美しい白猫に成長するまでの話です。その猫はある日、毛がほぼ抜けた状態で、痩せ細ったボロボロの姿でマレーシアの路上をさまよっていました。よく見なければ猫とすぐにわからないほど変わり果ててしまったその猫を見たある女性は放っておくことができませんでした。女性は家に連れて帰り、できうるすべての処置を施し、愛情を注ぎ続け、献身的なお世話を続けていきました。その1年後、生きているのが不思議なくらい弱っていたその猫は、とても美しい白猫の姿に大変身を遂げたのでした。Facebook のグループアカウント、マレーシア人の猫愛好家クラブでシェアされた白猫メイメイのビフォーアフターの姿は大きな反響を呼びました。投稿をシェアしたのはメイメイの飼い主であるヌル・ハミザー・ハドさんです。マレーシアのサラワク州に夫と住むハドさんは、ある日自宅周辺をさまよっている薄汚れたメイメイを発見しました。メイメイは体毛がほとんど抜けて痩せ細り、明らかに空腹の状態でした。悪臭を放ち、傷口は感染症にかかり、ボロボロになっていたメイメイをハドさんはひとまず段ボール箱に入れて保護し、自宅へと連れ帰りました。ハドさんはメイメイをすぐに動物病院へ連れて行きました。当時体重が 2kg ほどしかなかったメイメイ。獣医はすぐに怪我と感染症の治療を施し、栄養を補給しました。メイメイはハドさん夫婦に対して警戒心をあらわにし、とても怯えている様子でした。メイメイはこれまでどれほど辛く苦しい日々を送ってきたのでしょうか。人に対しての不信感は強く、ひどい容姿となったメイメイを避ける人もいたでしょう。虐待を受けていた可能性も否定できません。ハドさんは毎日餌と水を与え続け、治療を受けさせるためにメイメイを何度も病院に連れて行きました。そして半年後、メイメイは徐々に回復の兆しを見せ始めました。そして1年が経った今、メイメイは大変身を遂げたのです。毛はきれいに生え変わり、白く長い紐毛に覆われたメイメイは、1年前とは似ても似つかぬほどの姿になりました。醜くてボロボロの猫が美しいプリンセスに変身というタイトルで、メイメイのビフォーアフターを Facebook にシェアしたハドさん。当時メイメイをこまめに入浴させ、毎日ブラッシングを続け、定期的な獣医への訪問を欠かさなかったハドさんの愛情と思いやりがあったからこそ、メイメイは劇的に変身することが叶ったのでしょう。現在、体重が 6kg に増えたメイメイは、ハドさん夫婦と幸せな生活を送っています。ハドさん夫婦に出会えて幸せを手にすることができたメイメイ。これからも夫婦のもとで素敵な毎日を過ごしてほしいですね。続いて D さんが休暇の旅行を終え、信頼できる近所の人に預けていた愛猫を引き取りに行った時のことです。どこからか弱々しい猫の鳴き声が聞こえてきました。もちろん D さんはすぐに鳴き声の出所の捜索を開始。そして古びた車の下に一匹の痩せ細った小さな子猫がいることを発見しました。車の下で泣いていた子猫は痩せ細り全身が汚れていて、お腹を空かせた様子だったそうです。逃げていくかと思いましたが、子猫は私が食べ物を持っていると思ったのか近寄ってきましたと D さんはその時のことを話しています。しかし残念ながら食べ物を持っていなかった D さんは近所のお宅に猫の存在を知らせ、食べ物をもらって子猫のいた場所へ再度向かいました。しかし子猫はいなくなっていました。子猫がいなくなってしまったことにがっかりしつつ、 D さんは無事に愛猫と共に帰宅しました。そしてそのおよそ2時間後、 D さんは子猫を発見したという電話を受けます。
今度こそと勇んでバスケットに子猫用の食べ物を詰め込み、現地に D さんは向かいました。するとやはり子猫はとてもお腹を空かせていたようで、躊躇なく D さんの準備した食べ物を食べ始めました。 D さんはそんな子猫をタオルで包み、バスケットに入れて保護することに成功しました。子猫は健康状態が非常によくありませんでした。毛も絡まり、泥やノミが体中についていました。なので濡らした布で子猫を拭き、獣医のもとへ連れて行くことにしたのです。そこで脱水症状の治療と虫の駆除などをしてもらいましたと D さんは話しています。その後ルーファスと名付けられた子猫は 2,3 日の間 D さんの愛情たっぷりのお世話を受け、昼寝と食事に日々を費やし、順調に元気を取り戻しました。体力が回復し、 D さんの家の環境にも慣れ始めたルーファスの様子を見て、 D さんは SNS に里親募集の投稿をしてみることにしました。しかし3週間経っても誰からも反応はありませんでした。ルーファスは日に日に明るく元気な子猫になりつつありました。そんな姿を見ているうちに、私たちはルーファスを手放したくないと考えるようになっていたのですと D さん。1ヶ月も経つとルーファスの毛は濃くなり、たくさん話しかけてくるようになりました。そしてルーファスはそのコミュニケーション能力のおかげか、先住猫とも仲良くなっていきました。そうした様子を見て D さんはルーファスを家族として迎え入れる決意をしました。ルーファスは甘えん坊でやんちゃで、毎日蝶々やおもちゃを追いかけ回していますよ。リビングの真ん中で全身を伸ばして寝るのがお気に入りのようです。私たちがソファーに座ると膝の上に飛び乗ってくるんですと D さんは嬉しそうに語っています。こうしてルーファスが引き取られて半年が経ちました。あの時ルーファスを助けることができて本当に良かったです。もしこうやって家に連れてこなかったら、あの時のルーファスの瞳がきっと一生心に焼き付いて後悔したと思うんです。ルーファスを助けてあげられてよかった。家族にしてあげることができて本当に良かったです。と D さんは話しています。これが最初から計画通りだったのかどうなのかは私たちの知る由もありませんが、今はすっかり D さんの愛猫となったルーファスは、今後も D さん家族に愛情を注がれながら幸せな猫生を送ることでしょう。このように野良猫との出会いはある日突然やってきます。動物との出会いには運命を感じることがあります。助けを求めてきたらなおさらそう感じます。そんな猫を保護し、元気になったら飼い主さんを探そうと思っていても、愛情を注いだ分だけ愛おしく思うものです。そして手放せなくなってしまうことは少なくありません。そんな時はきっと出会うべくして出会った運命なのでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。